こんにちは。D ラボへようこそ。動画を見てくださってありがとうございます。今日も皆さんのお役に立てる情報をお送りしたいと思います。今回のテーマは、算数で使う言葉、あれどっちだっけです。算数の学習でよく使われる言葉、違いは説明できますか？この動画では2つの場面について違いや覚え方を説明します。まず1つ目は、掛け算の学習で使う言葉です。5×3 の場合、かける数、かけられる数はそれぞれどっちかわかりますか？ 5×3 の場合、5がかけられる数で、3がかける数です。迷わないで答えられそうですか？これから覚え方を紹介します。覚え方は、かけっこをイメージしてみましょう。かけっこでは1着を目指して走りますよね。1着になれるように自分より前に人がいたら追いかけます。つまり前を走っている人は追いかけられる人、後ろの人は追いかける人です。掛け算の式を書くときのことを思い出しましょう。5×3 の場合、先に書くのは5ですね。そして次に3を書きます。先に書いた5、つまり先頭なので5が追いかけられる数で、3は先頭を追いかける数ということになるのです。これを覚えておけば、割る数、割られる数も同じ順番なので覚えられると思います。2つ目は、時計の学習で使う言葉です。時刻と時間の使い方の違いはわかりますか？これは説明から始めます。例えば、7時から7時30分までご飯を食べたとします。この時計が表している7時や7時半をそれぞれいただきますの時刻、ごちそうさまの時刻と言い、ご飯を食べていた30分を食べるのにかかった時間と言います。どうですか？時刻と時間の違いは少し分かってきましたか？イメージの仕方も含めて今からもう少し詳しく説明してみます。先ほど説明しましたが、7時や7時半など時計が表しているものが時刻です。もちろん7時や7時半だけでなく、どこにでも時刻は存在しています。そして時刻と時刻の間のことを時間と呼びます。隣同士じゃなくても時刻と時刻の間だったら時間です。つまり時刻というのは何時何分というような言い方ができ、時計を見ればわかるその瞬間のことで、例えると写真のようなもの。時間は何時間や何分間のような言い方ができ、時刻と時刻の間のことで、例えるとすればそれぞれの瞬間をつなぎ合わせていく動画のようなものと言えるのではないでしょうか。そういった意味では、もう寝る時間よなどという使い方は本当だったら、もう寝る時刻よと言わなければいけませんが、多くの人が使っているので、間違いだと指摘するのはお勧めしません。この言葉を言われている時点で、すでに叱られる可能性が高まっているので、はいと素直に言うことを聞くことをお勧めします。それでは今日のまとめです。かける数、かけられる数は、かけっこをイメージする。時刻と時間は、時刻が写真で、時間が動画のようなものです。他にも紹介したいものがありましたが、動画が長くなりそうなので、続きは第2弾で解説します。次の動画も楽しみにしていてください。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。この動画が面白いと思ってくれた方は、いいねやコメントをお願いします。このチャンネルでは、皆さんが学習する中での様々な謎や疑問をできるだけ解決していきたいと思っています。また、日常生活で使える小ネタなども紹介していますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。学習内容や小ネタに関するリクエストがあれば、お気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。